高校時代は時間を潰す場所がないので、ジャスコゲンイオンかカラオケに行っていた。いつものようにカラオケに行き、分厚いカラオケの本をパラパラとめくっていると、フルカラーのあるページで俺の指が止まった。それが俺とカゲロウの出会いだった。フルカラーなのにページは真っ黒で、これなら白黒でも同じだろうと思った。長髪の男がたくさん並んでいる。めちゃくちゃかっこいい。これは一体なんだろう。写真の下には大きくカゲロウと書かれていた。それから2、3年。カゲロウの印象をすっかり忘れた俺は大学生になり、リサイクルショップで変わった CD を探していた。俺がその日行ったのは、ハードオフ。セールコーナーをガサガサ漁り面白い CD を探してみる。ジップロックみたいな入れ物に CD と手拭いが入った CD を発見。桜クラクラと書かれた CD は、カゲロウのシングルだった。とても斬新な CD と販売方法だったので面白くて購入、100円だったと思う。他にも探すと腐った海で溺れかけている僕を救ってくれた君 XIIDG 白いカラスなどカゲロウの CD が山のようにあった。俺は全部購入。シングルは100円、アルバムも1000円くらいで買えた。その中で真っ黒なアルバムカゲロウがあった。ジャケットは真っ黒で何も見えないが、よく見るとカゲロウと書いてある。カゲロウのカゲロウってアルバムだ。油だこみたいなもんだね。これがファーストアルバムで内容も過激で暗黒、とても暗くて救いがない。だからこそ名盤で何度も聴きたくなる。セールコーナーの1、3を埋め尽くしていたカゲロウのシングルアルバム真っ黒なカゲロウ、ドクロの落首などを買い漁り、その病的で痛絶な世界観生とし、病の闇にどっぷりハマった。というわけで今回は、目玉が厳選したカゲロウの好きな曲ベストを紹介するぜ。カゲロウってどんなバンドなの？カゲロウは、1999年9月に結成された日本のビジュアル系ロックバンドだ。カゲロウの詳細については以前語っている動画が2本あるのでそっちを見てほしい。さらっと宣伝するな。今回はランキングを紹介したいからな深追いすると脱線して戻れなくなってしまう。なるほどね。というわけで第5位、指切り。まあ、カゲロウ初心者はここから聞き始めるのが良いな。笑ったくんの顔がとても好きでした。この歌詞に何人が心臓をぶち抜かれたかわからないぜ。あまり過激すぎず、歌詞も詩的で美しいので、カゲロウ沼に沈めるならこの曲を聴かせよう。カゲロウ沼？そう、カゲロウや VK を知らない奴らはこの沼に一度沈まないといけない。そんなルールが？ああ、ちなみにカゲロウファンたちはみんなこのカゲロウ沼にずっと使っている。温泉みたいなものだな。この沼に入ったら最後、抜け出せなくなる。真珠歌というアルバムに入っているが、水浸しの数え歌なら安いからビビってるならシングルを買え。あと、PV もあってめちゃくちゃかっこいいぞ。全身が真っ白で最高にクール。とにかく歌詞が最高。カラオケにも入っているからカゲロウ好きが喜んで歌えるいい曲となっている。じゃあ5位は指切りに決定ね。あ、いや、ちょっと待ってくれ。何？やっぱり同率5位は過去形真実も5位にランクインだ。そうなの？第5位同率、過去形真実。これもなかなか最高で PV もあるんだけどサイバーっぽい雰囲気が最高に活かすぜ。これまた歌詞がいい、泣ける、切なすぎて滅。認めたくはないけど自分の気持ちに嘘なんてつけるはずもなかった。ここの歌詞が個人的には好きだな。こっちは黒スーツで、こっちの大輔もエロいや、素敵だな。じゃあ、5位は、指切り、過去形真実の2曲がランクインね。そうだな。それと XIIDIZZY も5位だな。この PV は悪魔完全体だ。教会で完全に悪魔な格好で暴れ狂っていて最高。もう見た目も悪魔、この怒り憎しみの詰め込まれた最強絶叫デスボイスも5位だ。和製マリリン・マンソンって感じの見た目がディル・アングレイの教様を彷彿とさせるな。まさかブレイズヘアみたいな髪型にするなんて誰が想像しただろうか。確かに過激なヘアスタイルね。ちなみにカゲロウファンは男女ともに全員この髪型にしている。カゲロウファンってレゲエなん？カゲロウしなさい。なんて？第4位冷え性の女。えぐい、演奏がたまらん、最高。メンヘラ女性視点の大輔の歌声が可愛い。と思いきや一気に地獄。相当つとそのちょうど真ん中くらいオーローロしているような精神状態の愉快な歌だ。愉快なのそれ？個人的には、カリガリっぽい曲って感じがしたな。大輔に女装してもらって、ブチをと思わせる一曲だ。カゲロウファンの皆さんってこんな感じなんですか？あと歌詞の中で、魔法をかけるの笑えなくなれと、っていう部分が最高だな。あえて過激なワードを避けて、笑えなくなれという女性の嫉妬さをさらっと出す点が指摘でいいな。なるほどね。カゲロウしなさい。さっきから何その念仏みたいなの、怖いんだけど。第4位。 3位じゃなくて？まだ4位があるの？はい、ある第4位の2曲目は、腐った海で溺れかけている僕を救ってくれた君。そんなビーズの愛のままにわがままにみたいな曲があるの？噂によればビーズも腐った海に影響を受けて、愛のままに作ったとか。
ちなみにこの海は、かげろう沼に繋がっているかげろう海だ。かげろう沼の先があるの？かげろう沼で物足りなくなった重度のかげろうファンはかげろう海を目指して一斉に泳ぎ出すんだ。魚かな？でも腐った海なんでしょ？安心しろレイム。腐った海で溺れかけても大輔が救ってくれるぞ。かげろうファン数名でカラオケで歌えば何人か泣くな、確実に。とにかく歌詞が切なくて心が締め付けられるんだ。あと PV の大輔がとイケメンで、私の知り合いのファンが2人くらい出る。かっこよすぎて？かっこよすぎて。ちなみにこの曲もカラオケで歌えるので助かる。助かる？カラオケはクソシステムだから B 面の曲とかメジャーな曲は DAM とかに入れてなかったりするんだ。この怒りは後で語らせてもらうぜ。第3位冷え性の女。冷え性の女は第4位でしょ。やっぱり好きだから3位にしてくれ。もう順番がごちゃごちゃでわからないわよ。第3位は縄だ。また2曲入ってるし。縄はかっこいいロックナンバーだ。一時期かっこよすぎて一日中聴いていたこともあったな。激しく熱い曲なんだが、歌詞が透き通るほど繊細で儚くて今にも壊れそうなんだ。何度も君と呼び続け、束縛したいと粘着質な顔も覗かせるストーカーチックで最高だ。カラオケでも鉄板曲で、マイクの奪い合いで知り合いが5人くらい。な。謙遜する友達もいないんじゃないの？歌詞も歌も最高。切な愛の部分を上手に歌えたら合格だ。何の採点ですか？あと縄の PV は絶対見た方がいい。鼻血出るからティッシュも用意しておけ。かっこよすぎて曲が頭に入ってこない PV だ。PV とは？ラストライブの縄は特に感類もので、涙なしでは見れないな。ちなみにラストライブの縄を聴きすぎるとカラオケで歌う時にラストライブバージョンの歌い方になって、観客に歌わせる場面でつい歌わなくなってしまう。この現象はディル・アングレイでもよくある。なるほど。第2位ウズ。有名な曲も数多くあるが、聴いてほしいのは一番最後のウズ。ファンの方には勝手なことを言うなという人もいるかもしれないが、私はかげろう、そして亡くなったボーカル大輔の思いがこの一曲に詰まっているような気がしてならない。歌詞は載せられないが、ぜひとも聴いてほしい。この曲の紹介は随分ガチっぽいわね。最強だ。この歌は本物なんだぜ。他の曲とは違う色を感じざるを得ない渦は、異常に暗くてリアリティがある。飲み込まれていく渦の中から這い出ようとしてもがき苦しむ。そんな辛く苦しい叫びを歌い綴る。胸が締め付けられるようなこの曲は名曲と呼ぶにふさわしい。実はかげろうの大輔は2010年7月15日に急逝しているんだが、亡くなる間際に死ぬ間際にこんなことを考えていたのかと思わせる歌詞だ。詳しくは別動画のビジュアル系バンドかげろうの名曲渦をカラオケに入れてほしい話でさらに熱く語っている。最近はカラオケに行っていないから渦が入っているかどうかは不明だ。かげろう沼やかげろう海に沈むときは脳内にこれが爆音で流れているんだ。特に後半の断末魔のような絶叫は痺れるぞ。歌詞もまさに渦、地獄、漆黒の闇、絶望と孤独。しかし、一番最後のワンフレーズがどこか救いのようにも感じられる。なんかすごく聞きたくなってきたわ。第1位瞑想本能。かげろうファンはそれぞれの1位があるだろうが、目玉の1位はこれだ。曲、歌詞、演奏、歌、すべてがパーフェクト、完璧だと言える。かげろうのすべてのいいとこ取りって感じだな。神アルバムのかげろうに収録されているため、ちょっと影が薄い曲ではあるが、名曲でカラオケでも歌えるので最高だ。心が崩壊する寸前を感じさせる歌詞、最後に苦しいようともだえ苦しむ描写が聞いていて痛々しい。己の中での葛藤が最高潮に達したそんな感覚に陥るぞ。さて、ここからは目玉のかげろうエピソードを紹介するぞ。ご視聴ありがとうございました。ダメ。すぐに終わるから聞いて。単発オールバックで不動産賃貸営業の仕事をしていた頃、職場のカラオケでかげろうを歌ったら、普段そんな素振りを見せなかった経理の女の子が実はガチのかげろうファンだったんだ。でもバンドを知ってるってだけじゃないの？俺もそう思ったんやけどな。その経理の子が言うには、かげろうのラストライブも行ったらしいんや。ほな、かげろうのにわかファンとちゃうか。ちなみに、その子はライスってビジュアル系バンドをカラオケで歌ってたが、目玉は知らなかったな。ファンの人も申し訳ありません。こいつにわかなんで許してやってください。というわけで、今回はかげろうのベスト5を紹介したぜ。随分たくさんの曲がランクインしたベスト5だったわね。この曲が好きって曲があれば教えてくださいね。
カゲロウは解散し、大輔も亡くなったが、ファンの心の中ではカゲロウも大輔も健在だ。どれだけ年月が過ぎても、カゲロウの歌は永遠なんだぜ。今なお色褪せない大輔の声と、この病的で深い世界観を風化させずに語り継ぎたいな。それではここまで。カゲロウしなさい。ありがとうございました。最後くらい教えなさいよ。